にちは。チャンク研究所のピロリンです。前回のね、怪しいパートナーの名シーンを皆さんのコメントから紹介させていただいたんですが、今日は私が選ぶ怪しいパートナーの胸キュンシーンをね、1話から丁寧に拾い出してみました。いっぱいありすぎてね、1本のね、動画にすると、6話までしかいけなかったんですけど、やっぱりね、私、チャンク好きやわ。もう可愛い見どころがいっぱいで、前へ進めない。ということで、ボンヒがジュークの弁護士事務所に移籍するところまでですが、ゆっくり楽しんでくださいね。そしてね、もう今回のシーンは、よく皆さんが動画で見る名シーンだけではなく、もうね、今まで注目してこなかったようなシーンも含まれてるので、最後まで楽しんで見てくださいね。まずはね、1話の3分20秒ぐらいのシーン。ホテルでね、ボンヒが恋人の浮気の現場を抑えて、初めて肩にぶつかった人と今日は寝るって言ってね、ぶつかってきたジュークとホテルを出るシーンなんですけど、ホテルを出て二人が揉めてる時に、もうネクタイをね、こうキュキュってジュークがするんですよね。もうこうネクタイのね、キュキュって言うだけでね、なんか燃えますよね。そしてね、言い争う時のこの顔。なんかちょっと気候号のタワーにも似てる。なんだかね、こんなチャン君と言い争ってみたいですよね。そしてこちら、1話目21分40秒ぐらいのところにはね、なんと初めてのね、シャワーシーン、サービスシーンが早速出てきます。このドラマね、初夜を迎えて、ボンヒとの恋愛が始まったけど、ボンヒのお父さんがジュークのお父さんの事件の容疑者だったっていうことに気づいたジュークが、こう思い悩みながらシャワーしているなんてシーンがあったんですけど、ファン必見のね、もうこれサービスシーンが、何度かありますよね。そして1話で40分50秒ぐらいのところのこのシーンなんですけど、このメガネのアングルからでも素敵なのは、チャンクさん限定ではないでしょうか。もうドラマの始まりはね、特にね、ジュークが起こるシーンが多いですよね。その中でも2話の4分ぐらいのところ、検察庁の廊下でボンヒにこう寝たのか寝てないのかって聞かれた時に、聖人君主じゃないからって言ってね、はぐらかして楽しむジューク。ちょっと S っぽくっていいですよね。やっぱり私ね、S のチャン君好きなんですよね。そしてこちら、汚くても綺麗っていうね、名場面の後に15分55秒ぐらいのところで、家に帰ってお風呂に入れっていうシーンがあるんですけど、やっぱりね、スーツ姿ってイケメン5割増しですよね。その上、メガネでインテリ風って、もう好きなポイント目白押し。なんかいるだけで5個が指してませんか？そのインテリイケメンが、ボンヒがこう殺人容疑で緊急されたっていうね、電話をねしてきた時に、呆れ顔で笑い、そして真顔。もうこれもね、チャンクさんにあまりない表情を発見しましたよ。表情の切り替えがね、早い。さすがね、演技派チャンクさんですよね。そして3話の1分30秒ぐらいのところに、右翼にボンヒの弁護をお願いするところがあるんですけど、もうね、嫌で体かきむしる、このね、ジューク。本当にね、嫌だって表現うまいしね、なんか可愛いですよね。そしてこちら、3話のね、15分30秒ぐらいのところなんですけど、取り調べ室で唾飛ばしながら怒っているジュークがネクタイを触るシーン。もうね、ネクタイ触るって最高ですよね。やっぱり好き。それにね、上から目線なのが S っぽくていいですよね。私の好きなところ、目白押しです。
そして37分ぐらい、モンヒの事件の控訴を取り下げてから検察庁を去ることになるジウクの顔。何よりね、この日は三つ揃えのスーツ。スリーピースっていうかな。今、そんなん言わないんですかね。もうそれに、もう髪の毛アップ。なんだか哀愁漂うシーンになる時にはね、白目多めなんですよね。もうこの顔たまらんなって感じですよね。そして3は11分30秒ぐらいのところで検事を辞めることになったことをお父さんの墓前に報告しに行くシーン。もうこの時までね、もうかっこいいしかない。もう泣かないけど涙を浮かべて潤んだ目。その目がやっぱりね、白目多めなんですよね。もうね、こうやってね、初めから見進めていってるんですけど、好きな顔の連続で、どんだけ紹介するんっていう感じですよね。どのシーンもね、チャンウクさんの細かい演技が散りばめられていて、どれを見ても紹介したくなっちゃいますよね。そして3話の14分20秒ぐらいのこの顔。ほっぺをね、舌で押すこの仕草。ウニョクとね、同じ弁護士事務所で同じ部屋で過ごすようになって、ウニョクの前でする表情。もうどうしようもないなって思う。なんだかね、子供みたいな仕草が可愛いですよね。この仕草ってね、他のドラマでもたまに見ますよね。そしてこちら3話のね18分30秒ぐらいの凶器が発見された場所にモンヒも来てるかもと犯人の手がかりを知りたくて来たジウクとこうモンヒが出会うシーンで、なんだかジウクがね笑って怒ってってするシーンなんですけど、でこのシーンねコミカルな感じなんですけどね、最後にもねちょっと白目多めで冷たい目をするんですよね。なんかね、口では冷たいことを言いながら、モンヒのことを心配するジウク。そしてその顔が S って感じがね、このドラマ繰り返されるんですよね。気がつくとどうしようもなくモンヒのことを好きになっている。という感じでね、ドラマが続いていくんですよね。でもね、もうこのイケメンでしょ。ただでさえね、モンヒはジウクのことが好きなのに、もうこんなジウクと一緒にいたら、ほんと心臓に悪いですよね。好きになるなって言われても我慢できるはずがない。ジウクとモンヒの心の動きはもちろん、こうね、どんどん盛り上がっていくんですけど、それ以上にこのドラマ、見る人を魅了するのが映像です。どのシーンもね、背景が綺麗で、照明の使い方でね、すごく雰囲気を出してるんですよね。ぼやけた背景に人物だけがこう綺麗にピントがあって浮き出して見える。このカメラワークと光の生み出すコントラストがね、もうすごく綺麗な映像を作っているんですよね。そしてね、またね、たまらない、こうネクタイを緩めるシーンを発見してしまいました。4話の23分40秒ぐらいの弁護士になったジウクが弁護依頼を受けた呆れた親子の言い分に対して、こう呆れ顔でネクタイを緩める。もうね、もうネクタイ緩めるシーン続出です。そしてね、5話の14分50秒ぐらいのモンヒの依頼人のストーカーの男をこう背負い投げするシーン。もうキラーンって恋する音が鳴るんですけど、その上ね、ネクタイ緩める。もう惚れるしかないシーンです。その後、5話の19分50秒ぐらいのところで、モンヒの事務所に車で送っていった時に、ストーカー行為は相手にとったら迷惑だって思ってね、ジウクのことを好きではない宣言をして戻っていくモンヒを見送りながら、戸惑い顔のジウクがこう唇を舐めるシーン。その後、事務所に誰かが潜んでいて、それを聞いたジウクが車で向かう時にも唇噛みしめる。そしてモンヒのところについて24分でも唇をペロってするんですよね。なんかね、唇可愛いから特に目がいっちゃいますよね。そしてこの流れで何より隠れた見どころが、5話の30分ぐらいのところにモンヒの事務所が危ないからと自分の家に連れて行ったジウクが自宅でネクタイ外すシーン。もうここでは外すんです。こ
このシーンがね、一番隠れた胸キュンシーンです。本当でもね、このドラマ、ジュークのネクタイを触るシーンがたくさん出てくるんですよね。ネクタイって言うと、弁護士になって検察庁に行くときに、こんな感じに直すのに、なんだか綺麗になっていないのも可愛いですよね。これもね、弁護士になったけど、シャキッとしてないっていう設定にね、合わせてるんでしょうね。もう演技が細かいその後、回想でボンヒがいない2年間の平穏な時期を紹介してるんですけど、その時のこの顔ね、なんだか抜けてる感じはするけど、こんなジュークも可愛い。6話の27分の鶴を追っているジューク。これね、って考えてみたらね、細かく見たら、可愛いシーン目白押しなんです。と、こんな感じでね、6話まで可愛いシーンをピックアップしたんですけど、コメントもいただいています。まこまこさんです。私はあやぱとは別格で、どのシーンのちゃんくんも大好きで、選びがたいし、可愛いし、かっこいい。あえて選ぶなら、ボンヒがいつまでも恋人呼びしなくて、拗ねているところ、チャキヤって呼んだのに、照れて笑ってしまい、その後、ボンヒにもう言わないと、こっちも拗ねて、チャンクが、とするところのチャンくん、可愛すぎ。もうこのシーンね、可愛さ全開ですよね。このシーン見ているみんなのハートをつかみにいってるね、チャンクさん。これ見て可愛いって思わない人 0% だと思います。高久さんです。はじめまして、ピロリンさん。私は怪しいパートナーに限らず、チャンクさんが感情あらわに怒っているシーンが大好きです。とにかくセクシーすぎる。私も怒りたいぐらいです。この作品だと2話、留置所にいるモンヒちゃんに怒っているシーン、恋フェチのせいかな。前半ね、本当になんかこう、暴れながら怒るシーンが多いんですよね。高子さん、私も怒られたい。ダブルさんです。好きなシーンは8話でボンヒが怪我をして横になっているジュークのそばに居眠りしていて、頭が傾きすぎて、ボンヒがこけそうになった時、ジュークが自分の片手でボンヒの頭を支え、ボンヒがジュークの手のひらで心地よさそうに眠っている場面です。キューンとしてうまく説明できなくてごめんなさい。いえいえ、バッチリです。そうそう、このシーンね、はじめジュークの方が寝てたんですけど、それを見ながらボンヒが寝てしまうっていうシーンなんですけど、起きて両手で顔をこうやって持たれてる。もうドッキーンですよね。もうこれは惚れるわ。って胸キュンシーンです。皆さんコメントありがとうございました。7話以降のシーンで皆さん、また隠れたね、名シーン教えてください。コメントお待ちしております。こちらのチャンネルでは、ちちゃうくさんの最新情報や、ファンの愛を金曜日夜9時に配信しております。ぜひチャンネル登録お忘れなく、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。皆さんの感想などのコメントお待ちしております。また私の個人チャンネル、ピロリンおしゃれ研究所では、ユニクロコーデなどのコスパ最強のアイテムを紹介しています。こちらもぜひご覧くださいね。また来週金曜日お会いしましょう。ピロリンでした。アンニョー。